これでわかるフランスブルボン家。こちらがブルボン家のフランス王たち。長くなってしまいますので、前半と後半に動画を分けてお話しします。今回の動画はアンリ4世からルイ15世まで。では、アンリ4世から。ブルボン王朝になる前のフランスはバロワ朝でした。この時、ユグノー戦争が勃発していました。ユグノー戦争とは、フランス国内で起こったカトリックとプロテスタントの戦いで、カトリック側のプロテスタントの呼び名がユグノーでした。そのバロワ朝最後の王はアンリ3世、子供がいませんでした。三アンリの戦いという王位継承争いが起こります。アンリ3世、ギーズ公アンリ、ブルボン家アンリ。この人たちたまたま3人ともアンリって名前だったんですね。アンリ3世がギーズ公アンリを暗殺し、さらにブルボン家のアンリも殺そうとしたものの逃げられ、反対に自分が暗殺されて、結局直系の王族が途絶えてしまったのです。その結果、ブルボン家のアンリがアンリ4世として即位。ブルボン王朝が始まります。カトリックの多いフランスなので、アンリ4世は王様になるとカトリックへ改宗しました。ちなみに彼は状況によって宗教をコロコロ変えたため、宙返りのアンリというあだ名がつきました。改宗してもなかなか問題は収まらず、ナントの王令を発布。一定の制約があるものの、ユグノー教徒に信仰の自由が認められることになりました。こうして長い間続いたユグノー戦争が終結することに。続いて、ルイ13世。アンリ4世は暗殺され、ルイ13世がまだ8歳で王になります。母のマリー・ド・メディシスが摂政をして実権を握ります。このマリーについて少しお話ししましょう。彼女はメディチ家から多額の持参金とともに嫁いできました。この絵ではまるでアンリ4世がマリーの肖像画を見て一目惚れしたようにも撮れますが、実際は全然違いました。残念ながらマリーはあまり美しくなく、女好きのアンリ4世も興味を示さなかったらしいのです。この作品はルーベンスが描いたマリー・ド・メディチの生涯という21点の連作の中の1点。ルーブル美術館主導です。注文主はご本人マリー。当時、肖像画というのは本人が喜ぶだけでなく、周りに大きく見せるプロパガンダでもありました。政治の実権を握っていた彼女は歴史的な場面をルーベンスに依頼しますが、ルーベンスは王やその周りの人々も気遣い、神話と現実をミックスさせて曖昧に描きます。それで壮大な印象を与える絵になりました。ルイ13世が成人してもマリーは政権を手放さず、母をパリから遠いブロワ城へ追放します。その後、宰相リシュリューの仲介によって戻ってきます。ですが、マリーは力のあったリシュリューを失脚させようと画策し、リシュリューの罷免を求めます。はじめ、ルイ13世はマリーの方に譲歩するつもりでしたが、今までルイは彼に頼っていて力になってもらっていたのもあり、彼をベルサイユに呼び、2人で2時間話します。そこでルイはリシュリューを取ることに決め、マリーはフランスから追放されます。このクーデターは、欺かれた者たちの日と呼ばれています。もちろん欺かれた者はマリーを指します。ルイ14世。父親であるルイ13世が若くして亡くなったため、ルイ14世はわずか4歳にして国王に即位しました。絶対王政を築き上げました。陳は国家なりと言っていたとか。また太陽王と呼ばれ、太陽になぞらえられるくらいのパワーを持っていたことと、バレエ好きで本人が太陽神アポロンを演じていたことから来ています。あと何が有名って、ベルサイユ宮殿を作ったことですよね。ただの沼地だったところを豪華絢爛な社交場にしたのです。社交場だけでなく、政治の中心をルーブルからベルサイユに移しました。この宮殿の建設は過酷で、たくさんの人が命を落としました。そしてこのだだっ広い宮殿、誰でも簡単に入れてしまうため、セキュリティ面はダメダメでした。薬、毒、暗殺者、いろいろ入ってきます。ヨーロッパ最大の軍を持ち、領地拡大を目指して数多くの侵略戦争も行います。
スペインやオランダといった国に対して戦争を仕掛け、王自ら剣を取って戦い、これを破りました。1701年、スペイン継承戦争。この頃スペインはハプスブルク家が途絶えて、誰がスペインを治めるかとなっていました。14世の孫フィリップを王にします。スペイン読みでフェリペ5世となります。ただこれは出過ぎた行為であり、他のヨーロッパ諸国から袋叩きに遭います。この戦争でフランスは力を使い果たしたので抵抗できず、ユトレヒト条約で植民地をごっそり返還します。このルイ14世、女性関係もいろいろありました。王妃マリー・テレーズ、ハプスブルク家出身。静寂結婚で愛のない生活を送っていました。翌年にはなんと弟の妃ヘンリエッタと恋仲になります。さすがにこれはスキャンダルということで、カモフラージュに彼女の次女ルイーズに会いに来ているように見せかけてました。そしたらルイ16世、ルイーズのことが好きになってしまいます。これっぽいんですね。彼女は控えめな性格で、王妃への罪の意識に苛まれながらお付き合いをしていました。その後、ヘンリエッタが亡くなると、ルイーズは公式の愛称となります。公式というのは国に認められたという意味。今の私たちの感覚すると不思議な文化ですね。しかも宮廷内では既婚者が独身女性に手を出すことは不倫とみなされ、既婚者同士だと恋愛とみなされるという不思議な見方があり、王の愛称になるのにルイーズは結婚する必要がありました。でも純粋なルイーズ、そんなことで結婚はできないと言い、異例に未婚のまま公式愛称になります。ルイーズの友人のモンテスパン公爵夫人。ルイ14世の公式愛称の座を狙っていました。ルイーズを介して王に近づきます。美貌と優れた話術と辛辣なユーモアで王のお気に入りになり、公式愛称になります。王妃よりも贅沢をし、横柄な態度をとる彼女は宮廷内で敵を作ります。独占欲が強く、ヒステリックな性格は王を疲れさせました。彼女は王が他の人のところに行かないよう、自分の周りに若く美しい人は置きませんでした。子供の世話係に選んだのは中年女性のマントノン夫人。ですがこの女性がルイの疲れた心を癒し、結局ルイはまた恋をしますが、彼女は敬虔なクリスチャンで王妃に悪いと思ったため、王は断られます。次に好きになったのは、弟の2番目の妻の次女をしていたフォンタンジュ公爵夫人。公式愛称になりますが、急死してしまいます。ルイ13世はまたマントノンのところへ行きます。モンテスパン夫人が王の気持ちをもう一度自分に向けさせたいと、黒魔術に手を染めてしまいます。黒魔術の首謀者が持っていた顧客リストに名があることが分かり、ルイに見放されます。そしてマントノンが公式の愛称になります。1683年、王妃マリー・テレーズが亡くなると、ルイとマントノンは密かに挙式を行いました。敬虔なカトリックのマントノン、アンリ4世が行ったナントの王令という信仰の自由を認める法律を破棄させてしまいます。政治にも影響が出るくらいの存在になっていたんですね。さて、こちらのリゴーが描いた14世の絵をご覧ください。彼は身長が低いことを気にしていました。カツラは盛り上がっていてハイヒール。この時代ほとんどの男性がハイヒールは履いていましたが、カツラの盛り上がりは間違いなく身長のためでしょう。この白点のマントですが、黒い点が140個ほどあると見られるそうです。何百匹もの白点が使われていたという計算になります。さて、ルイ15世ですが、彼は14世に負けず劣らず女好きでした。父14世が亡くなり5歳で即位します。こちらが幼少期の15世。女の子の格好をしていますが、この時代男の子より女の子の方が子供の死亡率が低かったため、魔除けのように男の子にも女の子の格好をさせることがよくありました。ルイ15世といえば思いつくのはポンパドール夫人ではないでしょうか。美しく聡明で上品な女性。彼女は貴族ではなく裕福なブルジョワジー出身で、貴族並みの振る舞いと教養を身につけていました。ただ宮殿で過ごすためには貴族である必要があったため、王が特別に領地と公爵という地位を与えました。王は何でもできたんですね。
彼女をとても愛し、いつも彼女をそばに置いていたとか。政治にあまり興味を持たないルイ15世に代わり、ポンパドール夫人が書類に目を通し、閣議にも参加し、政務を取り始めます。3枚のペチコート作戦。オーストリア・ハプスブルグ家マリア・テレジア女帝、ロシア・エリザベータ女帝、フランス・ポンパドール夫人。この3人には共通の敵、プロイセンのフリードリヒ2世がいました。敵の敵は味方ということで同盟を結びます。あの仲の悪いオーストリアとフランスが手を組むなんて周りはびっくりしました。これによってオーストリアのマリー・アントワネットはフランスに嫁ぐ道ができてしまったんですね。この女子たち結構強く、フリードリヒは自殺をしようとするところまで追い込まれますが、そんな時、ロシアの女帝エリザベータが亡くなります。その後を継いだのがフリードリヒのファンであるピョートル3世。フリードリヒ2世は盛り返し、国土を守り抜きました。ここでは失敗したポンパドール夫人でしたが、宮廷内の管理は完璧でした。ルイ15世に寵愛されていた彼女。ただルイは半端なく性欲が強く、ポンパドール夫人は体が弱かったため、このままでは持たないと思い、なんと宮廷内に鹿の園という召喚を作ります。王の気持ちがその中の一人に移ってしまわないように2ヶ月ほどで人員は入れ替えます。王が梅毒にならないように梅毒検査もしていました。完璧な管理能力。王と彼女は恋愛関係以上の深いつながりになっていました。こちらのリゴー作、ルイ15世の絵をご覧ください。政治に悩まず恋愛を謳歌していた様子が見て取れます。本人にとっては幸せな時代だったでしょう。次の動画でお伝えするフランスブルボン家後編はいよいよフランス革命マリー・アントワネットの登場です。お楽しみください。チャンネル登録もお願いします。ご視聴ありがとうございました。